はい、お世話になっております。野良です。今回来ているのは繁華街とビジネス街が混在している都心の街、五反田です。五反田っていうと住みたい街ランキング上位のおしゃれ街である目黒とか恵比寿、あと同じビジネス街である大崎とか品川っていう街に挟まれているところですけれども、五反田は風俗とかクラブとか夜系のお店が多いためかややわいせつなイメージを持たれがちな街ですね。ただ近年は多数の IT ベンチャー企業が集まってきたことで、アメリカのシリコンバレーならぬ五反田バレーなんて呼ばれるようにもなったりとか、あと上皇后の美智子さまの実家だった場所があったりする高級住宅街があるっていう一面もある街です。今回はそんな繁華街とビジネス街が混在する五反田の街並みを見ていきたいと思います。五反田は西口がオフィス街、東口は繁華街っていう風になっていますけれども、まずは繁華街の東口側から見ていきたいと思います。駅を出て向こうに行くのに歩道橋を登らないといけないのがいきなりちょっと面倒ですね。五反田は駅ビルに後で入ってますけれども、すぐ隣にも五反田東急スクエアっていう商業ビルが建ってますね。ここ以前はレミー五反田っていう名前でしたけど解消されたみたいですね。でこちらにはファッションとか無印、キャンドゥっていった日用品店から、書店とかレストラン、カフェなどいろいろ入っています。で1階には東急ストアが入ってますね。東急ストアは生鮮食品はもちろんお惣菜とか焼きたてパンなんかも販売しています。夜24時までの営業なんで夜遅くの買い物にも便利ですね。ただちょい高級路線のスーパーなのでお値段はちょっと高めですね。五反田は高級住宅街を要しているからか、スーパーは東急ストアとか成城石井とかちょっとお高めなスーパーが多いっていうのが、僕みたいな庶民にとってはややネックですね。なんか西友みたいな安い大型スーパーがないです。あるとすると24時間営業のマルエツプチがあるので、我々のような庶民はそこがいいですかね。で五反田といえばかつてはソニーの本社があったことからソニーの城下町とかソニー村なんて呼ばれて知られていました。今ではソニーの本社は移転しましたけれども、その代わりに2010年代に多くの IT とかフィンテック系のベンチャー企業が五反田に集まってきて、でアメリカのシリコンバレーに倣って五反田バレーなんて呼ばれています。なんか IT ベンチャーって言ったら渋谷みたいなイメージありますけど、渋谷は駅周辺の再開発もあって、もう今はオフィスの賃料が高くなりすぎてしまって、スタートアップ企業がオフィスを構えるにはちょっとあまりに高くなりすぎちゃったために、なんか少し手頃な五反田に集まり始めたっていうなんか経緯があるみたいですね。なので職場が五反田の人なんかは五反田に住めば全てが徒歩圏内で完結するので利便性高いですよね。仕事終わりに東口で飲み会しても徒歩で帰れる安心感は絶大だと思います。五反田はもちろん都心へのアクセスもいいですしね。路線でいうと JR 山手線、都営浅草線、東急池上線の3つが通っていて、主要駅へは山手線でもちろん回れますし、都営浅草線を使えば新橋とか日本橋っていったオフィス街にもアクセスできます。東京の玄関口でもある品川まで5分なんで、品川を使えば新幹線とか飛行機の利用もしやすいですしね。でちなみに東急池上線は五反田と蒲田を結んでいる路線です。そしてこの通りを右に入っていくと目黒川とタワマンが並ぶ高級賃貸ゾーンに入ります。芸能人でも五反田のタワマンに住んでるって言われてる人多いですけれども、五反田のタワマンといえばこの辺のどれかでしょうね。五反田はこのタワマンエリア以外にも通称島津山、池田山、御殿山って呼ばれる高級住宅街が広がっています。これらはもう江戸時代の、大名屋敷や幕府の施設が集中していたような場所で、現在もその流れを組んでいる歴史的な高級住宅街ですね。この東五反田5丁目周辺の池田山は、上皇后美智子さまの実家正田家があった地としても知られていて、現在その跡地は眠の木の庭っていう公園になって整備されています。五反田のある品川区は23区内の治安の良さランキングでも上位常連の治安のいいエリアになるんで、お金持ちには住みやすい街なんですよね。そしたら駅前に戻りまして、今度は駅正面の通りを歩いてみるんですけれども、ここが風俗とかクラブとか並ぶハレンチエリアみたいになっています。入った途端に無料案内所がネオンを光らせていて、歩いて5秒でここそっち系のエリアだなって察知できますね。五
五反田は歴史的には大正時代に花街となった場所なんですけれども、関東大震災で東京の東部の下町のエリアが壊滅した時に、その西側に位置していた五反田の花街はさらに膨張したんですよね。で、飲食店とか風俗街が集積しているっていうのはその時代の名残が残っているものです。で、五反田の風俗街は店舗型からデリ系まで幅広くあって、 SM クラブとかフェチ系、変態系とかマニアックな風俗が多いっていうのが五反田の特徴ですね。芸人とかがよく五反田の風俗のネタを話したりしてますよね。なんか特に SM 系のお店が売りらしくて、 SM マニアの間では五反田が定番らしいですよ。芸人のさらば青春の光の森田さんが五反田住んでて、賃貸のインタビュー記事に載ってたんですけれども、なんか五反田のいいところを聞かれて、エッチなお店があるからって、まあ冗談だろうけど答えてましたね。ラブホテルもかなり多いですね。この辺も花街の名残ですかね。五反田っていうと風俗街のイメージが真っ先に来る人多いと思いますけれども、確かにね、駅の真正面からこんだけ堂々とした風俗街があると仕方ないかもですね。そして風俗街エリアから一本横にずれると、マンションなんかが立ち並ぶ住居エリアになりますね。この辺は駅から徒歩5分10分圏内になるんで、まあ家賃も結構高そうですよね。五反田の家賃相場を見てみるとこんな感じで、ワンルーム 1K みたいな単身用の間取りでも10万超えてきて普通っていう感じですね。 1LDK 以上になるともう20万近くになってくるんで、ここまで来ると平均的な収入の人にはなかなか敷居が高い街だって言えるかと思います。そしてさらに横に歩いていくと、桜田通りっていう国道1号が通っています。五反田は他にも山手通りが通っていたりとか、高速道路の入り口もすぐそばなんで、電車だけじゃなくて車の交通の便もかなり良さそうですね。で、なんかこういう大通りを見てみると、当たり前ですけどやっぱり都心の街って感じがしますよね。さすが山手線の一角というか、隣の大崎とか品川とかになると、同じビジネス街でもちょっと味気ないというか人工的な印象がありますけど、五反田はオフィス街と歓楽街がいい感じに混在していて、いい意味で人間味のある街だなって感じますね。では東口側はこんなところにして、今度は駅中を通って西口側へ移動したいと思います。西口側はよりオフィス街の色が濃い街並みとなっています。まず駅出て左方向に進みますと、ガード下っていうか、ガード脇に人が並んでるお店がありますね。道路を渡って店に行ってみると、ここは鬼山っていううどんの超有名店です。うどん百名店にも選ばれていて、某グルメサイトではレビューが1000件を超えるほどの人気店ですね。ここいつもだいたい行列ができてるんですけれども、立ち食いスタイルで結構客の回転が早いっていうのが救いですね。そして目黒川をまたぐこの通り沿いには、飲食店が集まってる感じですね。オフィス街に勤めるサラリーマンたちが通いやすそうなところではあります。で、目黒川沿いにはミート矢沢っていう人気のハンバーグステーキ屋があります。こちらは最高級黒毛和牛の卸売店である矢沢ミートが直営しているお店で、厳選された A5 ランクの黒毛和牛のみを使ったハンバーグが味わえます。そしたら一度駅に戻りまして、今度は駅出てすぐ右手を通っている国道1号沿いを歩いてみます。ここの通りは見るからにオフィス街っぽい通りですね。この交差点のところに建ってるガラス張りのでかいビルはパーク24の本社ビルです。この周辺には他にもジモティーとかココナラとかクラウド会計ソフトのフリーとか、いろんな、フィンテックとか IT 企業の本社もありますね。こういうスタートアップの企業が中心となって五反田に集まってきているスタートアップ企業を支援する五反田バレーっていう社団法人が実際に設立されているようですね。そしてこの国道1号を5分10分くらい歩いていくと、五反田のランドマーク的な商業施設である TOC 東京卸売センターがあります。ここは地下3階地上13階まであるかなり大きい複合施設で、低層階に衣料品とか化粧品、靴とかアウトレット店などが入っていて、地下には飲食店街なども入っていて、総勢400以上のテナントが入っていますね。
で、上層階はオフィスとか会議室、展示室などが入っています。ここ TOC の特徴としては、もう毎日がバーゲンセールっていうか、安売りしているお店が非常に多くて、わざわざ遠方からバーゲン品を求めて、TOC にやってくる人っていうのがたくさんいるくらいです。で、大型のユニクロも入っているんですけれども、ここはユニクロの柳井社長がユニクロの前身の会社時代に紳士服の仕入れに通っていたのがこの TOC ビルだったっていう、ちょっとしたエピソードもあったりします。あと、ハローキティでおなじみのサンリオも五反田が発祥で、かつてはこのビルで店舗を構えていたそうですね。なので、ハローキティ誕生のビルと言ってもいいかもですね。今は、建物自体がかなり古くなっていて、全体的にレトロというか、ちょい古い空気が漂っているんですけれども、2023年から解体して建て直すことになっているそうですね。ということで最後は線路沿いのホテルスポットでも歩きながら終わりたいと思います。風俗街といえば東口でしたけれども、西口にもまあまああるんですよね。で、五反田はこういう歓楽街的なイメージをマイナスに見る人もいますけれども、その分お隣の目黒に比べたら家賃もまだ全然安いですし、若い社会人の人でも住めるかなっていう街だと思いますね。むしろまだ20代とか30代前半くらいの独身の方であれば、下手におしゃれな目黒とか恵比寿とかよりこうした歓楽街的要素もあって、ラーメン屋とかうどん屋とか、庶民のリーズナブルなサクッと食えるご飯屋さんが多い五反田の方がむしろ楽しいかもしれません。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですし、さらば青春の光の森田さんも五反田からもう出れないって言ってましたしね。という感じで今回は終わりたいと思います。もし動画をご覧の方で実際に五反田に住んだ経験のある方は、実際の住み心地とかコメントで教えてもらえたら嬉しいです。ではまた次の街をレポートしたいと思います。ではでは。